はきゅうり漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、きゅうり漬けを作っていきたいと思います。きゅうりを切って漬けるだけなのですごく簡単です。漬け込み時間はね、1時間ぐらいなんですが、作る作業は5分ぐらいでパパッと簡単に作れます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、生姜、お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、きゅうりなんですが3本分使用していきます。そして今回はですね、生の生姜も加えていきます。そうすることでさっぱりとしたとても美味しいきゅうり漬けに仕上がります。お好みでね、ちょっとおろしにんにくを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。そして味付けなんですけれども、今回ね、ちょっとね、酸味にレモン汁を加えていきます。そうすることでレモンの風味が少し加わったとてもさっぱりとした美味しいきゅうり漬けに仕上がります。お酢に関しましては今回穀物酢を使用します。まろやかな仕上がりにしたい場合は米酢を使用してください。穀物酢を使うとすっきりとした仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、きゅうりから切っていきたいと思います。きゅうりはね、しっかり水洗いして水分を拭き取ってください。このきゅうりのつるの方につながってる方ですね、ちょっとぽっこりしてるの分かりますかね。このように少し出っ張りがある方ですね、こちら側からアク抜きしていきます。まずだいたいね、このぐらいかな、 1.5 センチぐらいね、切ってください。そしたらここのね、切り口を合わせてくるくるくるっとだいたい30秒ぐらいですね、こすってください。そうするとこのきゅうりの中のアクがね、どんどん出てきます。これがきゅうりのえぐみの元となるものです。このようにきゅうりのアクがね、出てきます。だいたい30秒から1分ぐらいですね、やってみてください。はい、こんな感じかな。そしたら一度ね、こちらを洗ってください。はい、これで OK です。そしたらこちらね、お花がついてた方のヘタも少し切り落とします。こちらからはね、やらなくて大丈夫です。切りやすい方法で OK です。これをね、縦4等分に切っていきます。まず縦にね、半分に切ります。手を怪我しないように注意してください。そしてまたこちらを半分に切ります。今回はスティックタイプにしていきます。きゅうりもね、いろんな切り方があるので、お好みの切り方で切っていただいて OK です。そしたらこちらをだいたい3等分ぐらいにしていきます。はい、こんな感じ。きゅうりはね、今回このようなスティック状にしていきます。それではね、残りも同じようにこのようにね、くるくるアク抜きをして、その後ね、切っていきます。はい、きゅうりはこのように切ってください。それでは続いて生姜ですね。こちらまず皮を剥きます。そして薄く切りましょう。この時手を怪我しないように注意してください。はい、そしたらあとは細切りにしていきます。生姜はこれで OK です。そしたらですね、こちら漬け込んでいきます。今回はね、こちらアイラップですね、こういったポリ袋を使って漬け込んでいきます。ジップタイプのね、保存袋やまたはボウル、または保存用の容器でね、漬けていただいても OK です。そしたらですね、まずこちらのお酢を電子レンジで30秒ほど加熱してください。そうすることでこの酢のね、ツンとした鼻にくる酸味だけを取り除くことができます。こちらを電子レンジ 600W で40秒加熱してください。はい、加熱しました。取り出す時はね、やけどしないように注意してください。そしたらポリ袋の中にお醤油、そしてお砂糖、あとはレモン汁、そしてお酢、まずこちらを加えてよく混ぜます。砂糖が溶けるまでしっかりね、混ぜてください。はい、 OK です。そしたらですね、まだちょっとね、この漬けだれが温かいうちにきゅうりを入れていきましょう。ちょっとね、この漬けだれ今濃い状態なんですが、このきゅうりをつけてきゅうりから出てくる水分でね、程よい味に仕上がります。きゅうりを全て入れたらここにごま油とあとは白ごまを加えます。そしてあとはこちらをよくなじませてください。
はい、こんな感じです。はい、すいません、ちょっと生姜を入れ忘れたので生姜を加えます。そしてもう一度なじませます。生姜はね、私今ねちょっと忘れてて後から入れたんですが、きゅうりとね同じタイミングで入れていただいて OK です。そしたらあとはね空気を抜いて口を縛ります。口を縛る時なんですが、こういったボウルにねお水を張ってこのままポリ袋を沈めます。そうすると空気が抜けてぴったりねこのようにポリ袋がきゅうりに密着してくれます。あとはこのね口をクッククッと縛ってこうしていただくと空気が入らずねしっかりつけることができます。はい、そしたら一度ねポリ袋の水分を拭き取って、そしてこのまま冷蔵庫で1時間ほど漬け込んでいきます。30分ぐらいしたら一度ね軽くこのように混ぜて、そしてまた漬け込んでみてください。はい、1時間経ちました。しっかり味も馴染んでます。あとは味見をしてお好みの味の濃さでね調整してください。はい、このようにしっかり馴染んでますね。もしね作り置きしたい時はいい感じの味付け具合になったらこの漬け汁を切って、そして保存容器の中に入れて保存してください。だいたい 2,3 日ぐらいで召し上がっていただくといいかなと思います。このね余った漬け汁なんですが、きゅうりの水分とかも出てますので、一度ね火にかけて再沸騰させて再利用していただいても OK です。はい、それでは盛り付けたいと思います。はい、これできゅうり漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。しっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。きゅうりのえぐみもなくてすごく美味しいです。そして味もしっかり染みてて、この生姜もねまた味のアクセントになっててすごく美味しいです。すごくねさっぱりとした仕上がりになってます。そしてこの味の染み込み具合も最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきゅうり漬けのポイントです。まずきゅうりなんですが、少し太くなってる方のヘタを切り落として、そして切り口の部分をくるくるね30秒ほどこすってください。そうするとですね白いね泡のようなものが出てくるんですが、こちらがきゅうりのアクになります。こちらをですね取り除いていただくことでえぐみが取れてとても美味しい仕上がりになります。こちらをね片方だけやっていただければ大丈夫です。そして今回はですね縦に4等分にして、その後横に3等分にしてます。この切り方はお好みの切り方をしていただいて OK です。あとはもう調味料と合わせるだけなのですごく簡単です。今回はですね生の生姜を入れてるんですが、生姜を入れるとねその生姜の食感と風味がアクセントになって美味しいので、ぜひ一緒に入れて作ってみてください。よりパンチを効かせたい時はニンニクを刻んで入れていただいても美味しいと思います。そして今回ですね生姜を入れるタイミング私は後から加えたんですが、こちらただ忘れていただけなのできゅうりと同じタイミングで入れていただいて OK です。そして空気を抜く時なんですが、ボウルにお水を張って、そしてね袋ごと入れて沈めていただくとしっかりね空気を抜くことができます。そうすることで漬け込んでる最中に空気がないので味ムラを防ぐことができます。そして今回はね1時間漬け込みました。この漬け込み時間はねお好みがあると思いますので、30分ぐらいからねお好みの濃さになるまで漬けてみてください。漬け込んでる最中は途中でね裏返したり、あとは軽く揉んでいただくとより味が均等に馴染みやすくなります。保存する際はちょうどいい味の濃さになったら漬けだれを切って保存してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきゅうり漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。